皆さんこんにちは、ガジログです。Amazfit から新しいスマートウォッチが誕生しました。その名も Amazfit チータープロというね、ランニングウォッチとなっています。こちらは Amazfit グローバルの公式サイトになっていますけども、一体どんなスペックになっているのかね、この情報をもとにお届けしたいと思います。それでは早速スペックの方を見ていきましょう。というわけで本日も行ってみましょう。ということで、新しいシリーズになりますが、ようやく Amazfit でもランニングウォッチというものが出てきました。他社になりますと、例えば個人的にも使っていますが、ファーウェイウォッチ GT ランナーというものがありまして、ファーウェイの方でもすでに1年以上前にランニングウォッチを出していますが、Amazfit もようやく出してきましたね。パッと見の印象としましては、だいぶライトな感じになっていて、ちょっとね、ファーウェイウォッチ GT ランに似ているんですけども、どんなスペックになっているのでしょうか。では、主な特徴を見ていきたいと思います。まず、正確に走りましょうということで、99.5% の精度のポジショニングでランニングを追跡します。プロのゴールドスタンダード GPS ロケーターとしてと出ていますが、出てきましたが、MAX トラックという名称で GPS テクノロジーを紹介しています。Amazfit チータープロは、すべての衛星が送信するのと同じ種類の遠変波信号を受信する最先端のデュアルバンド GPS アンテナでスマートウォッチの即位に革命をもたらしますと。このテクノロジーにより時計は最大限の信号を受信し、より正確な位置を提供できるようになりますよと出ています。遠変波信号といいますとね、Amazfit GTR4 とかでも載ってきているのをご存知だと思いますが、こちらのモデルにも同じ技術が搭載されています。この GPS アンテナの特徴としては、衛星信号をほぼ 100% 拾うことができるということですね。市販の他のスマートウォッチは約 50% しか拾うことができないと出ています。こういうビル影に隠れているような状況でもしっかりね、マッピングできるということになります。この辺はいいですよね。さらにはこの GPS の信号は L1 と L5 の衛星信号を受信することができます。この辺も上位モデルと同等のものが入っています。加えてランニング特化しているということで、お気に入りのルートをインポートして実行することができます。これは ZEP のアプリの方にね、データをインポートすると、こちらの方に同期することができます。正確なナビゲーション、そしてオフラインマップになりますね。またロケーションポイントを保存ということで、この自分だけのコースを計画することができるということです。で、加えて ZEP コーチという機能がありまして、すべてのランナーに合わせたパーソナライズされたプランとあります。この Amazfit チータープロは ZEP コーチによって AI の力を活用し、あなたとあなたの目標に合わせたパーソナライズされたランニングプランを提供しますとあります。パーソナルプランはパフォーマンスと進捗状況に基づいて週ごとに調整されるため、コースを制覇するための理想的な状態でレース当日まで積み上げることができますとあります。この辺もね、やっぱりランニングウォッチに特化している機能と言えますね。そしてピークビーツという機能もしっかり入っています。特化したフィットネスデータを理解するとありますが、VO2max を追跡し、アウトドアランニング及びトラックラン、スポーツモード中にリアルタイムのパフォーマンスを取得できるため、自分が向上しているか休憩が必要かが分かりますと出ていますね。また、ピークビーツを使用してパフォーマンスをより深いレベルで理解することができるということです。この辺はやっぱりね、こだわりのある方にとってはこういった機能が必要だと思います。そしてレーン精度トラックランモードというのもありますね。特化したトラックランモードを使用してレースに最適な方法で準備しましょう。これにより走行する全てのラップの時間、距離、ベースなどの専門的なデータが提供されますとあります。こちらのね、ディスプレイを見ていただきますと、400m トラックを2分30秒で回っていると。で、ペースも出ています。そして2周目2分36秒。3周目2分30秒というふうに、いわゆるトラックランになりますね。ずっとトラックを周回するわけですが、そういったモードが搭載されているようです。加えて取得しましたデータはシェアすることができます。ZEP アプリはね、この辺はかなり充実していますね。まずはアディタスランニングですね。次にストラバ、またリライブ、さらには Apple Health や Google Fit などのスマートフォンアプリに同期することができるということです。このあたりはね、Google Fit を連携してくれるっていうのは非常にありがたいなと思います。で、さらにランニングする際にはクイックスタートアイコンということで、ウォッチフェイスにあります Go というね、部分がありますが、こちらをタップするとすぐにランニングのスポーツモードに画面が移動するということです。簡単にね、ランニングモードにアクセスできるっていうのは非常に重要だと思います。またボタンモードとありますけど、激しい運動や不安定な運動中にタッチスクリーンをスワイプする必要がなく、リューズとコントロールキーのみを使用してランニング中に簡単に時計を操作できますと
いうことで、やはり物理的なボタンによってコントロールできるっていうのはすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思います。画面を見ながら操作っていうと、ウォッチフェイスだとほぼね、終了するときにディスプレイ上のボタンを押すっていうのは非常に厳しいわけですので、物理的なボタンで操作する方がランニングをね、専門にされる方にとっては非常に重要な部分だと思います。そして音楽の保存と再生ということで、プレイリストをウォッチ本体に保存することができるようです。すごいですね。また、ウォッチの内蔵スピーカー、または接続された Bluetooth ヘッドホンを介して電話を使わずに音楽再生をお楽しみくださいということです。ということで、音楽データを保存することができて、スマートフォンから流れている音楽をコントロールするだけでなく、データをね、保存することによって単独で音楽再生を楽しむことができます。この辺はやっぱりランニングウォッチとしては重要な部分になると思います。音楽を聴きながら走りたいという方もいらっしゃると思いますので、スマホを持たずにね、音楽再生できるのはいいなと思います。加えてワークアウトに関する部分になりますね。150種類以上のスポーツモードが搭載されています。このスポーツモードの種類に関しましては150ということで非常に多くなっています。そしてこのウォッチの主なコンセプトとなりますが、ランニングウォッチですけれども、ランナー向けに設計されているということです。軽量で耐久性があり、快適で通気性があります。この空力スマートウォッチは徹底的にランナーのために作られていますと出ています。ということで、ランニングを目にされている方、非常にね、注目だと思います。ということで、洗練されたハイエンドデザインですよとありますね。このチタンの合金ベゼル。また繊維強化ポリマーフレームということで、非常に軽いですね。わずか 34g の超軽量モデルということです。ゴールドの部分はチタンになりますが、この下の部分は繊維強化ポリマーフレームということです。また汗をかく準備はできていますかということで、5気圧防水になっていて、さらにナイロン製のストラップが使われています。このストラップ見ますとね、Amazfit GTR4 のレーストラックというモデルがありますが、そちらのバンドと非常に似ているなと思います。ディスプレイはですね、指紋防止コーティングで保護されたコーニング社のゴリラガラス3が採用されています。しかも HD のアモレッドディスプレイですよとありますね。高輝度でどんな環境でも読みやすくなっています。そしてディスプレイの輝度になりますが、なんと1000輝度ということです。これはめちゃめちゃ明るいですね。ちなみに Apple Watch Ultra は2000ニットとなっていますので、その半分にはなりますが、もうね、1000ニットあれば相当明るいと思いますね。そして解像度は 331ppi となっています。また文字盤になりますね。鍵を保管してください。データフロントとセンターとありますけど、豊富なウォッチフェイスのセレクションをご覧くださいということです。種類は100種類以上ですよとありますね。また対応する常時ディスプレイもありますということで、こちらにありますサンプルを見ますと、結構ね、かっこいいデジタル表示のものと、アナログとデジタルの融合のものもありますけど、結構ね、使い勝手が良さそうなものが多いなと思います。で、気になりますのは、各文字盤にありますこういった部分ですね。歩数の部分、今表示していますが、こちらをタップするとすぐスポーツモードのウォーキングにアクセスできるとかあると、使い勝手が相当いいんじゃないかなと思います。で、加えて他の便利機能になりますが、Bluetooth 通話にも対応ということで、スマホにかかってきた電話をこちらで受話することができてね、応答もできますね。また Amazon の音声アシスタントにも対応しています。オフライン音声アシスタントっていうのもありますね。こちらはスポーツモードを開くなどの機能を音声コマンドでハンズフリーで実行することができるようです。加えて ZepOS、しかも 2.0 ということですね。ミニアプリをいろいろインストールすることができます。そしてバッテリーの情報になりますけども、一般的な使用状況であれば14日間持ちますよとあります。2週間。これはいいですね。そして頻繁な使用であれば1週間ほどになります。ヘルスケア関連の情報になります。まずは24時間365日の健康モニタリングということで、心拍数、血中酸素ですね。そしてストレス測定。こちらは24時間365日モニタリングしてくれる機能になっています。また睡眠モニタリングも当然ながら搭載されています。昼寝にも対応していますね。ちなみに今回の Amazfit Cheetah はなんとご紹介していますプロモデルとラウンドモデルということで2つ存在していました。今丸とでありますけどね、これチーターラウンドというモデルになります。これ何が違うのかっていうことなんですけども、ご紹介していますプロモデルは重さ 34g に対しましてラウンドモデルは 32g と若干ですけどね、軽くなっています。そしてディスプレイのサイズが違いますね。プロモデルは 1.45 に対してラウンドは 1.39 と、この CG を見る限りではほとんど違いが分かりません。そしてベゼルの素材が先ほどご紹介しましたが、プロはチタン合金になって
っていうのに対して、ラウンドモデルは繊維強化ポリマーということですね。ボディと同じ素材になっています。そしてストラップの素材はプロはナイロン、ラウンドはシリコンバンドになっています。ということで、このプロとラウンドの違いっていうのは素材になりますし、音楽データの保存の有無ですね。その辺がメインじゃないかなという感じですね。はい。というわけで今回 Amazfit チータープロになりますけど、まだ価格などは全然わからない状況になっています。ただ個人的に予想するのであれば、円安の傾向も含めましてだいたい3万円前後じゃないかなという気はします。というのもね、Amazfit GTR4 や T-Rex とか、そのあたりって3万円台入ってしまいましたけども、機能からしてもそのあたりが妥当な価格帯じゃないかなというふうに予想します。ただね、日本に入ってくるのかどうかってことになりますが、おそらくこのモデルであれば入ってきそうな気はします。特別日本で入ってくる支障はないモデルだと思いますし、冒頭でご紹介しましたが、ファーウェイウォッチ GT ランナーとかね、ガーミンのそういったランニング特化モデルとかね、こういうライバル機種ってたくさんあるこのジャンルになりますので、Amazfit もね、そこに割って入りたいという気持ちがプンプンと感じます。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。